まそう。うまい。頑張ります。佐藤さん、雨やから向こうからやってくるかなと思ったらこっちからやってくる。クープ入れ方ですか？こうしてあれがしてから。してからいきます。アイスコーヒーがいい。ホットとアイスどっちがいい？アイスで、アイスで。アイス水出しなんですよ、全部。めっちゃ飲みやすい。僕コーヒー飲めなかったんですけど、この人の豆で飲めるようになったっていう。レモンですか？そうなんです。これ国産の有機のレモンをちょっと絞ることで、牛乳のこのなんていうか乳臭さというか、それが取れるんです。完全に溶けてしまうとこのビスケットのこのサクサク感とか出ないんで、冷たいのをちょっと細かく砕いたぐらい、にしてやってます。粉物とかバターとか調合されたものをもう朝は混ぜ合わせて焼くだけという形にしてます。もうストック命です朝からやっぱり測ってると時間がかかるので。このエッジが立つのがすごいかっこいいんですよ。ここがこう。すみません。この大きさがこれになったってことですか？そうですそうです。これはライ麦になります。サンドイッチとか全部このライ麦のサワードでやってます。私はマーケットの M って入れるようにしてます。よいしょ。いいと思う。
これオリーブオイルです。これシチリアの手摘みしてるオーガニックのオリーブオイルで、かつ低温圧搾って言ってこうすごい時間かけて圧搾してる。それがめちゃめちゃ合うんですよ。こんな感じで皆さん食べるとまあまあいっぱいかけた方が美味しいで、パルドの塩をかけたらあとは食べるだけです、召し上がってください。マヨネーズ作ってる。マヨネーズも一からですか？はい。平飼いの卵を使って、僕ら八百屋やってるんで、八百屋でもずっと扱ってる卵で、その丹波の芦田ポートルさんとって、よいしょ。これね、めっちゃ美味しいんですよ、こうやって入れると。結構特徴のある硫黄のような、よいしょで出来上がりです。これはブラックペッパーのペーストです。僕イタリアにの問題もあるんで、そうですね。酸味がいいんですけどね。これが、ポーリーのクリームチーズです。ちょっと前にこのクリームチーズに変えたんですけど、さっぱりしててめっちゃ美味しいんですよね。よいしょ。これも姉妹店の八百屋の無農薬の野菜たちを使っております。これはハモンセラーノやったかな、生ハム。よいしょ。多めに油ついたね。そう、くっつくよね。オリーブオイルをだけかけます。塩コショウですね。これだから野菜全部に名前つけてもいいぐらいみんな農家さん知ってるんですよ。チキンはレストランの方で仕込んで作ってあって、でそれを焼いてるんです。出ますね。大丈夫ですね。で、お肉の分にはヨーグルトソースを。よいしょ。多分そう覚えたんでしょうね。今日は何食べた？すいません。
ーモンロール、塩パン。保育園は子供を送ってその後に仕事でパソコン作業させてもらったりとか、あとすぐそこに自分の畑があるのでよく通って、はい、はい。これはそこにあるなにあもちさんという和菓子屋さんのあんこなんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。100年以上めちゃくちゃ新鮮ですね。ピンク岩塩もうちょっとだけ甘じょっぱくします。藤野さんは関係ない。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。男前。同業者でハンバーガー屋さんやってるんですけど、友達でその方のバンズが美味しくて、これどこで仕入れてるのって聞いて加藤さん紹介していただいて、いつもめちゃくちゃ美味しいサワードありがとうございます。これからもよろしくお願いします。近くのジャンゴっていう世界一かっこいいお店のオーナーです。後で持っていきます。はい、わかりました。はい、よかったです。ありがとうございます。この雨の中。酵母スターターを今からリフレッシュをします。やな、みたいな感じや。あ、これ？
クリームチーズとサーモンのサンドイッチ。後で待ち合わせする友達来るんですけど、その友達が紹介してくれて。オーツミルクホットでお願いします。ソースですね。はい。朝から空いててお昼も食べれてすごく居心地がいいので子連れでも来やすいし。そうですね。でこちらのアイスは系列店にグローサリーっていう僕らが八百屋をやってて、そのこだわりの有機とか自然栽培の野菜とか果物を仕入れてるんですけど、それを使ったアイスを作ってます。すみません、ありがとうございます。趣味バンズ。加藤のお友達というかお仕事でお世話になっている方とかお礼というかプレゼントとしてサワードをお送りしてます。メッセージまで。はい。ザマーケットでは今オンラインショップも運営してて、加工品とか自分たちで作ったオリジナルのカレーとかカオソイとかも販売してるんですけど、その中でもサワードが結構一番人気商品になってます。もしよかったらぜひはい、でしたね。はい、でしたね。お疲れ様です。オンラインのお越ししました。また。はい、わかりました。はい、また電話だけお願いいたします。基本的に農薬不使用とか化学肥料は使っていないお野菜を取り扱っていて、直接オーナーや私たちが知り合った農家さん、顔のつながりがある方から仕入れるように、この辺りとか無農薬の野菜と、こだわりの調味料を使ってたくさん取れすぎた時期のお野菜をもったいないので加工して一年中楽しめる何かにしようっていう商品なんですけれども、ニンニクとか玉ねぎとか納品してくださってる農家さんの出してもらってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。請求書また。ありがとうございます。ご近所の有機ジャストっていう畑で作ってる小麦で毎月こうやって届けてくれるんですよ。でこれをこのプレーンというパンに使ってます。小橋さんのところの梅酒法はハード系のパンに合うかなって気がします。もちっとはしてるんですけど風味も香りも高いし、やっぱり引き立てなんでそれもある。ザ・マーケットの、ミッションというか美味しいものを食べて生産者さんを応援できて
なんかその人が作ってるっていうことの方がなんか味とか糖度とかそういうことよりもなんか美味しいって感じるんじゃないかなと思って、それを美味しい革命っていうか。このバーベキューの方で手作りしているベーコンとクリームチーズとシュレッドチーズを入れてます。パンダどうですか？あ、可愛らしいやん。新庄君、こんにちは。今野菜がはい、これきました。炊きました。こんな感じで。こっちもトウモロコシまでかな。あ、ナスか。ナスも今日できてますね。説明をお願いします。説明。郵送会社通していないので、畑からそのままそう今朝取れたやつが取りに。なんかマルシェを金曜日に奈良でやってるんで、そこに僕が行くっていう感じです。傷んだりしてるトマト、こうなったらもう全然火持たないんで、農家さんは大体これもう捨てたりするんですけど、こういうのはもうこの傷んでるとこ取って向こうで使ったりもしますし、今そこに置いてるレトルト。これも手作り？バナナなんて無肥料無農薬の自然栽培です。でも中は綺麗に美味しく甘く。卵はベーカリーでも使ってます。500ぐらい。530。ご馳走しますんで、これ。ありがとうございます。この野菜がうちの八百屋さんの野菜で、今から出てくる野菜を食べたら分かると思うんですけど、野菜のインパクトが強いんですぐらい、人参とかもめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてください。飲み物はビールを選んでいただいていいですよ。はい、全然僕らも飲みますから。あ、本当ですか？はい、昼から飲みます。なんかお昼から大人が飲める、飲んでる姿がある街って良くないですか？いいですね。ココナッツはでポークジンジャーとスペアリブです。
はいちごシェイクです。サーモンが美味しい。お野菜も美味しいんですよね。味が濃いというか、産地直送の野菜を売ってるんですけど、そこも買ってるね。パン屋だけじゃないっていうところがいいかも。よかったら皆さんで飲んでください。こちらアイスコーヒーで、こちらアイスオレで、牛乳ではなくオーツミルクが入ってます。ありがとうございます。あ、おはようございます。これ美味しいです。めっちゃでかいし。どれがや何がやだけどどっちがいいですか？でかいでしょ。すごい大きいですね。これらはどちらで取られた？富田林です。おお。はい。無農薬でやってるんで。はい。はい。この月に1回の朝市だけでなくって毎週土曜日ザマーケットに出店しに来てくれてて、はい、グロッサリーって八百屋にお野菜も卸してもらってるんですけど、毎週土曜日農家さん本人も来てくれて、お客さんが生産者さんから直接買えるっていうこと。チークは朝どれで、はい、あちょうどいいかもしれません。はい。はい。こちら何を購入されたんですか？かぼちゃとナスと玉ねぎとゴーヤとイチジク。これは今おまけでもらったバジルですね。こちらは何度か。はい、来たことあります。はい、お世話になってます。ここらの住みよいです。マーケットさんのおかげで住みよいと思います。ありがとうございます。綺麗にまた、香りが結構もうすごいここもしてる。ね、はい。これでよろしいですか？はい。あ、2つ。ありがとうございます。今日はイチジクとスイカとお野菜買いました。今日は朝も来てたんです。朝ごはん食べに。なのでまた昼とかも来るかも。バターってどんな感じですか？バター塗るやつです。お店の商品ではなくて彼女個人の、はい、商品なんで、ブレイズの方で作って販売させてもらってるんです。そうなんです。でシェアスペースでやってるので、普段は違う人が使ったりとかしてる場所なんですけど、これビーツです。飲む血液と言われるほど栄養がいっぱいです。こ
たいなとは思ってたんですけど、なんかちょうど加藤さんがやっていいよって言ってくださったので、なんかそこにグロッサリーがあるんで、旬のお野菜とかフルーツとか仕入れることがしやすいんで、今日来てる農家さんとかのものを使ったりとかフルーツ使ったりとかしてますね。はい。ここは一応私が管理をしてるんですけど、みんなで子どもたちとかと一緒に植えて、メカでワークシやってョップで農家さんと一緒に植えて、で水やりとかは私がやってるんですけど、ちゃんと洗わないと。こっちはシェアスペースみたいな感じになってるんで、レントしたりとか、ワークショップでレンタルしてもらったりとか、やっぱりザ・マーケットでこうつながったお客さんが何かされてたりとか、あと農家さんももっと知ってもらうために、やっぱりお店でこう商品というか食事を提供してるだけだと伝わらないところがあるので、お客さんがやりたいことをここで実践してもらったりとか、っていう風にしてなんかこう広がっていきました。お米は農家さんの扱ってるんで、もうすぐ新米も出てくるんで、これは去年の米。チキンやらんで言って4キロじゃない？2個早くなってるでしょ。出たわ。さつまいもとじゃがいもをダッチオーブンっていう鉄鍋で蒸し焼きみたいな感じで、こっちは米。炊飯器は保温するだけで、炊くのはこっちで炊きます。こちらのお野菜は季節によって変わったりするんですか？そうですね。今前に出てる多分農家さんの野菜がメインになってくるんで。熱い。
今から肉を仕込むんで切れ味を一発出しとかないと。全然ごめんけど笑顔映ってへん。あげるのはあげる。焼きでいいよ、焼きで。醤油と砂糖とニンニクと蜂蜜合わせた甘辛いタレ。これほんまは豚肉にいつもつけて焼いてるタレなんですけど、レモンチキン、レモンでマリネしたチキン。これもらっていきます。はい、4つですね。これ今ね、ナススクエル。今ここでは何の準備をされてるんですか？今はちょっと野菜すくいって言ってどうやったらお客さん来てもらえるかなとか楽しんでもらえるかなと思った時にちょっと涼しい演出みたいな感じで縁日みたいな感じで楽しんでもらえたらなって感じで野菜すくいやってます。そうですね。いくぞ。イエーイ。そーっとやってゆっくりこうやって上げて。見せてもらってもいい？いっぱい取れた？何が好きなお野菜ある？トマトとブルーベリー。トマトとブルーベリー？どうですか？おいしい。おいしい。そうですね。はい。はい、ちょうどね食べ頃だと思います。はい。はい、どうもどうも。はい、ありがとうございます。どうも。今日はスイカと鶏とオクラとね、あとパン。あとパンですかね。パン。ピーマンもらって。あ、そう。近いね。レモングラス、ニンニク、生姜、ナサニ油、やっぱ味が違うからここ買いに来てますよね。あと無農薬であったり発酵食品とかに興味があって、それでここに来られてるのを知って買い始めたのが初めです。やっぱそれで全然違います。そうですね、お野菜はね甘みも違う。やっぱり濃い、何を置いても濃いし、まずそれに安心安全なんで作ってはる方の顔が見れるし、インスタなんかでもね作っておられるのを見せていただいてるんで、なのでこういうのが来てくれるのはとても嬉しいです。消費者様と直接つながれる機会とかって普段はあるんですか？普段はないですね。反応が聞けるんですよね。野菜にこの前あれ食べて美味しかったよとか、あんな風に料理したよみたいな話になったら、こっちもこう作りがいがあるというか、で貴重な交流の場です。顔が見える場所ですね。今の季節のこだわりとか、一押し野菜。あとまた
来年の4月終わりからなんですけど、いいように少しでも人が楽できるように。ありがとうございます。以上になります。はい、ありがとうございます。何の撮影されてたんですか？今は朝市をちょっと広めたくて、今いいものが揃ってる無農薬とか有機栽培とか野菜とか、こだわって作られてるものが多い中で価値があるのにその価値に気づいてもらえてない、もっと知ってもらえていいのになっていう思いがあるんで、そのためにインスタグラムのリールとかでちょっと再生数とか回してみんなに広めていきたいなっていう感じで撮影してました。朝4時から起きてやってるの？ああ、もう大変。朝どれでやるでしょ。土日だけ趣味で無農薬で作ってるんですよ。使いたい時にちょっとずつこう使っていくっていう。これはイタリアンパセリです。全部ハーブ、いろいろミントとかローズマリー、オレガノ、セージ、あと山椒とかも。山椒はね、山椒の葉っぱ、これ全部もう自分たちの。そうですね、野菜は八百屋で買うし、こういうハーブはここにあるし、なるべく自分たちのもので使えたら。これはヨーグルトのソースを作ってます。ランチの時にお肉とかソーセージとかにかけるソースです。美味しそうでしょ。お肉ね。めっちゃ美味しい。野菜はね、そのままの味。で、また旬の野菜でしょ、結構。夜はね、来たことないんですけど、もう昼間はすごい大ファンです。こ
となんか作っちゃうよ。はい、ありがとうございます。お待たせしました。チャーシューの方。はい。チキンです。はい、どうぞ。レモンチキンありがとうございます。こっちでいいですか？はい。はい。こっちで。お持ちします。はい。パンってどんなパン？パンは向こうで焼いてるサワードーっていうハードめのパン。これは鶏だしです。鶏だし。鶏仕込んだ時に出る端材みたいなのがあるんですよ。それを使って、あと野菜のくずとかを入れて、だしを。これでスープ作ったりとか、カレーのだしの素にしたりとかしてます。お待たせしました。牛すじカレーですね。はい、こちらサラダになります。お待たせしました。チャーシューです。はい。はい、レモンチキンですね。お待たせしました。美味しいですか？予想してたようにめっちゃ美味しいです。本当ですか？すごいずっと気になってて、で野菜も売ってるからどうかなって思いながら見てたんですけど、今日は初めて食べました。あー、お疲れです。お疲れ。気をつけて。あー、ほうじゃね。いちごシェイク、ブルーベリーシェイク、しそソーダ。しそソーダ、しそだって。しそだを作りましょう。鮮やかですね。夏
すごい、本当にお仕事。はい、飲みます。お昼から大人が飲める街を作りたいっていうコンセプトなんで、飲むのも仕事って、はい、聞いてます。飲めって言われるからなとか言いながら喜んでるんですか。いただきます。職務規定なんですよ。みんな飲んでるでしょ。はい、職務規定で昼はビールっていうか、食事とともにお酒をたしなみましょうっていうふうにしてる。そういうマッチがいいでしょと。そういうマッチを作りたかったら自分で実践しないといけない。もともとされて、そうです。都市計画をもう25年ぐらい。やっぱり農村とつながったりとか農家さんとつながったりすることで、食べるものと作り手とか作ってる大地みたいな都市に暮らしながらも感じられるようになることが実は幸せなんじゃないかと。でそれは実は美味しさに関わってくる。でそうなったらじゃあ美味しいって何なんだろうっていうのはやっぱり誰とつながってるのか、誰が作ったものなのか、どの大地で作られたものなのかみたいなのがめちゃめちゃ美味しさに影響してくる。でそれが享受できるのは都市でしかない。都市っていろんな人がいろんなものをやっぱり持ってこれるし、食べることができるから、それがやっぱり都市の暮らしの優位性だし、食卓から日本とか社会を変えていける。そういうことをやろうというので3つ目のミッションを今美味しい革命っていうのをやってます。じゃあもともと特にパン作りもパンも習ったことないです。でモントリオールでカフェに入った時に食べたパンに感動したんですよ。でサワードーだったで、これはいいなと思って独自で YouTube とインスタを見て完成させてます。出会いはね、僕はもともと池田で飲食店をやってて、で加藤さんが主催するマルシェに出るようになって、ちょうどほんまタイミングが良くて、ここでイベントやろうって話になって、いいお店なのは分かってたから、じゃあこの物件借りて月1回イベントやろうっていう話から始まる。でその2年後にここをオープンするんだけど、その間にここに出店するって決めて、僕からラブコールをやっと受け入れてくれてここで出店になった。近所のスーパーに行く感覚で農家さんから直接野菜が買えるっていう環境を定着するためにやっぱもっとお客さんが来てくれないと、もう売り切れたのっていうぐらいになってほしいね。だってめちゃめちゃ美味しい野菜なわけ。ほんならそんな手に入らないし、朝どれなわけ。朝どれっておっしゃってました。そうでしょ。そういう暮らしをみんなしたいんだろうなって気づくんだろうなって、そのうちそれまでやり続ける。それまでやり続けるしかない。あの手この手で。レモンチキンと牛すじカレーです。
そう。いいごパン。いいごパン。入ってないな。高2ぐらいから付き合ってるのかな。もう40年一緒にいますね。もう山あり谷ありです。45歳ぐらいの時にスタートしましたね。料理もやったことないのにそんな無理やろって散々言われたんですけど、嫌なやつ。やっちゃった。夫婦は忍耐はそれですよ。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず朝一は高見倉っていう山があるんですけど、すぐ近くにね、そこに毎朝ルーティンのように登ってるんで、よかったらぜひ一緒に行きましょうか。はい。ありがとうございます。逃げとか。オレオっていうんです。オレオ。うん。ビスケットで黒いビスケットでオレオってあるでしょ。そこから取りました。これはね、スタンダードプードルって言いますね。うん、落ち着いた。行こうか。山行こうか。気持ちいい。すごいですね、これ。毎日。うん、毎日。この山も304メートル。自分もバイクレースにまだ未だに出てるんでね。それの体力作りも兼ねて。うん。これを水飲む。自営業やから健康が一番大事じゃないですか。もう全部自分が通れたら全て狂ってしまうから大事にしてますね。この夏で58になりますね。この家を建てた時が29歳の時に建てたんですけど、その頃から実は何かやりたいなっていうのはずっとあって、でいつかっていつまで言ってんねやろうなって思い始めたのが40歳ぐらい、このままの仕事でいいんかなとかね。その前はね、運送業をやってて、いつまでもできへんような仕事やったんで、体力的にも。でいつか庭で何か飲食やりたいなっていうことで、45歳ぐらいの時にスタートしましたね。みんな定年とかあるじゃないですか。その自分の引退を自分で決めれるような、そういうなんかのんびりとした
なんか生活がしたくて、なんか専門店をやりたかったんですね。何かに特化したもの、やっぱり一番好きなハンバーガーやなと思って、食べて好きやから、でもハンバーガーやろうと。でハンバーガーを仕事にすんねやったらもうバンズから焼こうと。肉も自分で調合してソースも一から作ろうと。もう理想ばっかりこう掲げてね、パン作りなんかやったこともないのに、そんな感じでスタートしましたね。おはようございます。そこが頂上なんですけど。何がある？毎日のルーティンでなんかここに登ることで一日のスイッチが入るというか、さあ今日も頑張ろうかみたいな感じですね。嬉しいわ、会えて。じゃあね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。いつもすみません。はい。今から仕込みですね。さっき登った山、あれですよ。あちらに登ってたんですね。これいつもこのスタイルですか？なんかいつもこんな感じですね。もう粉まみれになったりするから。こんな感じです。よろしくお願いします。はい、お願いします。これバンズですね。バンズの仕込み。ちょっとそのイースト菌が元気に働いてもらわなあかんから、ちょっと今日なんか朝気温低めやから感覚ですけどね、一番苦労したのはね、バンズですね。もうイースト菌って何みたいなところから入ったから何の知識もない。でもこれを仕事にするんやったらバンズぐらい自分で焼かんと自信持って出されへんなと思って理想だけ大きく掲げて、もう家内にも最初はあんた料理もやったことないのにそんな無理やろって散々言われたんですけど、やったらええやんみたいな、覚えたらええやんっていう感じでやりだしたんですけど、パンを舐めてましたね。バンズをめっちゃ難しいなと思って、気温によってもすごいムラが出るし、うわ難しいと思ってえらいもん手出してもたなと思って、もうその頃にはもう機材全部揃えてしまってたんで後には引かれへんからもうやるっていう感じですね。
生地軽めですね。ハンバーガーにする前にオーブンで軽く予熱しといて、パテが焼き上がるタイミングで20秒ぐらい入れてパリッとちょっと表面を焦がす感じですね。ハンバーガー最初食べる時にファーストコンタクトがサクッと歯触りがいいっていう、そこをめっちゃ大事にしてますね。もうそれもなんか我流何回もこんなんもう試作で作ったけど、あ、これがええなっていう仕上がりが見つけていった感じ。油脂はもうラード使ってますね。添加物が入った油とかはちょっとあんまり使いたくないから、子供さんとかもよく来られるんでね、できるだけ体にいいものを作りたいなと思って。この時点でいいバランスできるなーって分かりますね。今日はいい感じのバンズができますね。これを油にニンニクの香りを今つけてる状態ですね。これはちょっといろいろスパイスとか調合したものを入れてますね。香草とかいろいろ入ってるんで、バジルとか、七味とかニンニクとかいろいろ入ってますね。お疲れ様。お山大丈夫でした？お疲れ様です。山登り気持ちよかったです。ね、ちょっと飾りにテイクアウトのこんな感じにかけてみて、それでお持ち帰りテイクアウト入れて。奥様もずっと一緒にお店は？そうですね。もう最初これをやり出すって言ってた時はもうめっちゃ反対されて、前やってた運送業をやめて、そこから準備しだしたから不安やったやろうし、すごい心配をかけたと思うね。でもやりだしたらしっかりサポートしてくれて支えてくれてますよ。自分がこう目の行き届かんところをこうサポートしてくれてる感じですね。感謝してます。寝る時はいつもありがとう言うて寝てます高2ぐらいから付き合ってんのかな。結婚したのが8年後やから32年結婚して、もう40年一緒にいますね。一番大きな分岐点やったかなっていう感じですね。もう山あり谷ありです。いろいろありましたね。大学生の子供と高校生の子供はね、やっぱり一番お金のかかる時で、家のローンもあるし、なんで辞めてきたみたいな感じでもうね、聞かないんですよ。するって言ったらする、買うって言ったら買う、欲しいって言ったら欲しいだから反対してもするやろなとは思ってましたけど、
何もできない人だったんで、なんか飲食っていうのがもうイメージなかったので、でもまあまあ自分で修行も行ってするって決めた以上はね、頑張ってくれたんで今は良かったのかな。嫌なやつ。嫌なやつ言っちゃった。これチリソースが出来上がったから、チリソースを一旦冷凍とか冷蔵で寝かせる。ハンバーガーにも使うし、ピザにも使う自家製のソース。その辺に売っているマヨネーズちょろちょろ、ケチャップちょろちょろ、マスタードヘロヘロ、はいどうぞではね、仕事とは言えへんと自分は思うから。プリンもめっちゃ好きで、特殊なチーズ入れてますね。内緒やねんけど、ほんまは内緒やねんけどな。ようけバンズ食べれるんやけどね。これをね80度まで一旦上げて殺菌するっていう感じで、ちょっと自分は紅茶が入ったプリンが好きやから、アールグレイの香りをつける。食べた時に香るアールグレイの香りと味もちょっと紅茶っぽい感じとめっちゃ美味しい。ケーキ屋行ったら絶対プリン買うねんけど、あったなみたいな感じだった。期間限定にしてるので待ってはる人もいらっしゃいますので、9月から6月ぐらいまで。より苦くなるように苦味がちょっと強い方が好きやから、もう直接バーナーで炙ってる。ブルーレイなんかする時みたいなあんな感じやね。もうこれをやり始めて、なんかスイーツもいるよなってなった時に、自分がやっぱり好きなもの作ろうと思って、ああプリンやなって、もうそれすぐ出てきたね。プリンでプリンちょっと極めようかみたいな。もうそんな自信のあるものしか出されへんから、まあまあ美味しいなぐらいじゃもう出さへん。ラップでアク取れるって知ってた？ラップをこうやって表面に入れてあげたらアク取れんねん。簡単に。
この生地の練り上がりの温度とか別に測ってないけど、もう触った感じで、ああこれはいいのできるなっていう感じ。音がかわいい。音がかわいい。発酵機に入れたままでそうやね。ちょっとずつ取って場所がもう狭いから、もうとにかくどうやったら一番効率ええんかなみたいな。もう窯の近くにこんなホイールがあった方がどうせもええねんけど、もうそれどうしても無理やったから。いやもう最初入り口がもう舐めてたから、何の知識もないくせにできるやろみたいな感じでスタートがそんなんやったから、もう打ちのめされたね、ほんまに。めっちゃ難しいやんと思って。最初こんなん膨らんでこうへんかったり、べちゃーっとなったまんまやったり、バンズになれへんかったから、一番苦労したもん、バンズ。自分のおっしゃって気に入ったっていうバンズになるまでに2年かかったっていう感じ。なんかそんな気に入らんもんはちょっと出されへんから、パンがね、そこが難しいね。生き物やから。最初はね、パンも自分も満足できてなかったみたいやし、パテもうまい具合には最初いかなかったし、なんか最初の頃はもう本当夜な夜なしくハクしてましたね。でもまあ今は本当にお客様がすごい喜んでくれるのでよかったかなとは思ってるんですけどね、本人一番楽しい言ってるので、まあそれが一番の楽しいって言ってるのが結果でしょうね、あの人の12年経ってこれは合いびき使ってますね。粗挽きで。合いびきはね、7が牛、で3がポーク。もう均等にしたいから、これだけの量を手ごねしようと思ったらなかなか均等にならへんと思うし、適度な粘りも出るし、あんまりやりすぎたらかまぼこみたいになってまうから、やりすぎもあかんし、とにかく全部手探り。肉のこととかいろいろこうアドバイスくれた師匠はね、すぐ近くに大福っていう精肉屋さんがあるんやけどね、でパンのことについては春夏秋冬の社長にもお世話になって、でもほんまにすごいお世話になって、そのお二人には特に。ちょっとプリンがね焼き上がったからプリン出しますね。お、完璧や。いい感じ。このままちょっと粗熱を取って、俺パンするからこれ雇ってくれる？これがねちょっとハラミ肉をパテに混ぜたプレミアム
なパテをこれからやろうと思ってる。美味しこれめっちゃ美味しい。出る予定。そう、これからそうかなっていう感じ。ひっついてるのでちょっと温めて溶かして剥がれやすいように。アルミの板と。食べる？1回にこれ仕込むのは85枚ぐらいかな。それぐらいかな。両方取らなあかんね。ここでちゃんとしないと焼いてる時にね割れちゃうんですよ。はい。これはもうね最終の形成。これで形決めて80分自分の好みのバンズの大きさまで発酵させて焼き入れ、奥様はもともとはお見せするの反対だったんですか？そうなんです、そうなんです。ある日突然このコンテナがクレーンで朝一やってくるんですよ。おはようございます。はい、おはようございます。どういう心境だったんですか？みたいな。パパあれ何？え、味噌汁言うたやろみたいな。言うたよ。言うたやん。そう、夫婦は忍耐はそれですよ。知らんの？みたいな。知らんからって肉してるもんな。ねえ、ほんまに支えてくれて、ほんまにありがたい。まあね。やっぱり夫婦一緒に働くとなんやかんやね家の中までその揉め事が起きちゃうのでそれも嫌だったんで、だから最初は私はもう仕事行きながらちょっと手伝うみたいな感じで。そこからもうがっつり入るようになったのは？入ったのは年のせいもあるんですけど、更年期もうなんていうか仕事行っててもしんどくて、それとね愛犬の17年生きたんです。プードルが亡くなって、でちょっとペットロスになって、でペットロスとその更年期が一緒になって、もうバランスが夜も寝れないし、でもう仕事行ってても迷惑かかるので、そうやったらもうここでちょっとお手伝いしながらゆっくりしようかなって思って、それで今です。はいはい。ちょっとバタバタしてますけど、精神的にはこういう感じの方が前の子のことをね、ずっと思ってメソメソするのはちょっとずつ減ってきましたね。オレオも来たしはい。これね呼び鈴です。メニュー決まったら鳴らしてくださいねってはい。おい来たら多分マスターの趣味やと思うんですけど、バイクとかね自転車好きやから鳴らしてもらったらなんかみんな爆笑してますこんにちは。おはよう。愛花ちゃんです。おはようございます。
看板娘なので。はい。看板娘。はい。愛子さん何を担当されるんですか？ホールしてます。いっこさんと一緒に。はい、お母さんと親子で。あともう営業が11時からやから、もう仕込みもちゃんと11時までに終わって、あとはもうゆっくりやね。マスター、ポテトをちょっと揚げていきましょう。そう、お母ちゃんがいっぱいいるの。いやもうね、ほんまに皆さんがおるからこうやってやっていけるわけで、お客さんがね、なんか神様みたいなことを言う人おるけど、今はもうスタッフが神様やと思ってるね。ね、もうこんなん一人でなんか絶対できへんし、何にもできへん、一人やったら。だからこうやって追ってくれるから、支えてくれるから、こうやって好き勝手やれるわけで、いつも寝るときに、いつもありがとう、これで寝て寝て知らんやろけど。知らんかった。感じてない。知らんかった。ジンジャーエール。俺はホットコーヒー。はい、ありがとうございます。上で一旦保温しといて、で下で焦げ目をつけるって感じですか。そこも400度だからめっちゃ高温やからね。お二人でよかったね。あ、お二人か。お待たせしました。高見倉バーガーです。こう上から上と下でガッてしていただいて、もうガブッとアメリカンに行っちゃってください。めっちゃ潰れてるんだ。バラバラになってる。やっぱりうまいです。はい、大丈
丈夫ですよ。朝登ったのがあれが高見湖でね、もう地元のシンボルの山やからそこから名前をもらってメニューにしてんねんけどね。鉄板出しといて。あ、ここ見てます。野菜あげる。はい。自分が作ってるバジルオイル。卵とベーコン。はい。ギチギチでしょ。逆に狭いからあんまり移動せんでもええねんね。この中でももうすれ違う時はもうこんな感じ。通ります通ります。お待たせいたしました。ピザになります。卵出してた。これ時間もらってる持ち帰りの後で。はいはい。これからバーガーで、はい、ありがとうございます。以上で、はい、ありがとうございます。3個だこはい。次行こうパン。8番ね、いきます。はい、チーズバーガーです。お待たせしました。はい、どうぞ。うまそう。いただきます。うまい。最高です。めっちゃ美味しい。もうここのお肉が大好きで、もう肉々しい。うん、肉々しいし、パンもさっくりしてて、やっぱ肉を食べてる感じがすごい、がっつりして美味しいです。高見倉を登ってそのまま来ました。外で食べるのがすごい好きで、このお庭も綺麗なので、
ここで食べたいなっていうので、いつも来てます。いい場所ですよ。お願いします。11了解です。もう本当に手作りで作ってるっていう感じで。バンズがすごい好きです。ちょっと軽い感じがしますね。なんかサクって感じは。そうでもテラス席もあるので、気持ちいいですよね。今の時期ほんま最高やね。ワンちゃんとかも連れてこれるんで。そうそう、ワンちゃんもね今来てるように、ワンちゃんもいっぱい庭中ゴールデンレトリバーばっかりになる時もありますよ。すごいな、怒涛ですね。これね、サバイバルゲームのところのお客様から土曜日曜ねご注文いただいてるんです。でそれのフィールドがすぐここに近くにあって、あの山の向こうにあって、そこからの注文がいつも大量に。まだ今日は少ない方。少ない。もう40個とかあるからね。でもありがたいね。あ、パン入れなあかん。鍋で水があったのな。ちょいちょい炊いてみる。すいません。パンです。昔から言ったでしょ。行けばさ、はい、後ろ通ります。可愛いでしょ。プリンプリン。卵ボールの覚え方みたいです。めっちゃ可愛い。今まで人生の中でね、何かを掘り下げたりとか極めたことがなかったんですよ。バイクは好きでずっと若い頃から乗ってるけど、別にプロでもないし、なんか何でも中途半端やなっていう、でそういうところが嫌やなって自分で思ってて、でこれをやりだした時に、これを極めようと思ってやりだしたのがやりだした。いよいよその年になってようやく真剣に真摯に向き合ってるっていう感じです。休みと今度はその能登のボランティアですか。そうそうそう。お店の雰囲気もええし、マスターもええ人やし、当然今日も高めクラバーがいただいたけど、むっちゃうまかったです。はい。ありがとうございます。マスターごちそうさん。また来ます。もう中を任せる時はもうお客さんと喋ったりとかしてる。他府県からも結構来られるから、わざわざ会いにね。いらっしゃい。わあ、かわいい。お帰り。どうぞ。ありがとうございました。ママ、ありがとう。
お客さんの年層は結構幅が広いですね。ご夫婦がピザ食べに来てくれたりとか、若いカップルの子とかね。でもオープンした当初はね、やっぱこのアメリカンな雰囲気やから、ハーレー乗りの人が10代20代っていう団体さんが来て、ここはもうバイカーさんしか行ったらダメなんですかとか問い合わせがあったりとか、今はもうすごい平均してて、ファミリー層の方が多いですかね。いつもこんな感じです。お待たせしました。チーズバーガーです。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。中どうぞ。いらっしゃいませ。レガフィア。さすが。上向けて。おお、びっくりした。すみません、お待たせいたしました。お先にコーラとジンジャーエールでございます。しっかり焼けたやつね、これ。これでいい？焼けとった。みたい何個いこう。なんかごめん、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。これやな。きつい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。スイーツバーガーです。冷たいね。持って行ってもらっていいかな。食べれる。けども一緒なのかな。食べれてないやん。切っても大きく揚げても。注文とまかないです。今日のまかないは高見倉バーガー。はい、お昼してよ。はい。いただきます。どうぞ。高見倉バーガーが一番人気ですか？取材をねよく受けるのは高見倉がやっぱり取材を受けますね。100g のパテが2枚入ってて、で卵とかベーコンとかでチーズが2枚、あとレタストマト。それよりももっとすごいのがそれが2つぐらい重なったバーガーっていうのがあるんですけど 400g 入ってて、いろんな具材がさらに盛りだくさんで、今からバーガー作りますね。すいません、バーガーです。めっちゃすごいの来た。すごいな。うまそう。美味しそう。まずなんせやな。プロ側からそっち無理がある。こうだ。押して広げるから。はい。スタート。自分の昼飯。マスター。豆腐。豆腐なんですか？大好きで、これも昼ご飯。
みんなバーガーですけど。もうねそんなんは月に1回ぐらいしか食べないです、豆腐とか大豆系とかのタンパク質中心にファスティングをやってるんでね、プロテインを朝と夜飲んで、ご飯は普通に昼と夜と食べてでこう維持してるって感じ。ピザっぽい。美味しそう。ええやん、うまいことできとる。うまいうまい。かわいい。いただきます。めっちゃ美味しいです。はい、さっきコーラですね。はーいはい、どうぞ。はい、お疲れ様です。とりあえずツーリング始めるときに当てなかったらまあここ行っとこうかみたいな、なんかそんな感じのとこではあるような感じですね。はい。余るわ。表面のパリパリ具合と中のしっとり具合の差よ、すごいよね。今から何を作られるんですか？スイーツピザって言ってリンゴのちょっとスイーツピザを作ろうと思って、家内にこんな形にしたらってアドバイスもらって、ここだけを目指して東京から来てくれるってすごいことやね。はい。バイクすごい止まってる。マスターブリュレお願いします。はーい。これでちょっと3分ぐらい冷凍庫に入れて。ツーリング終わった後に最後ここでコーヒー飲んで、はい解散っておのおの帰ったりする、無事ツーリング終わったね、ご苦労さんってみんなでコーヒー飲むような場所ですね。ここのね立地はねめっちゃ田舎なんやけど、実は花田インターとか姫路東インターとか、山陽道加古川北インターとか姫路バイパスとか大体ねどれも10本圏内なんですよ。そこの中心にある感じだからアクセスがめっちゃいい。でこの道が神戸までストーンとつながってるんで65号線が姫路から神戸までもうめっちゃ行き来もしやすいし、田舎なんやけどすごいなんか店の名前何にしようなってなった時に家内が「パパルート66とかなアメリカンな感じで好きちゃうの?」って言われて、せっかく前の道がルート65号線なんやから店の名前ルート65でええんちゃうんって家内が言って、それで行こうって。ありがとうございます。いただきます。
ターのいいとこはなんか本当いっぱいあるんですけど、みんなのこと本当によく言って、なんか悪口とか人のこと悪い一切も聞いたことなくて、あの人はこういうとこいいもんな、あの人こう言ってって、あの人こう褒めてたでとか、なんかもうすごいみんなをこうあったかい気持ちさせてくれる人だけがなんかすごい大ファンですみんなマスターのファンだと思うんですよね。来たらまた会いたいなとか来たいなっていう元気もらえる場所です元気でそのままで80、100までいっぱい美味しいの作ってください奥様から見たご主人ってどんな方なんですか？難しいな、一番難しいな。自由人それがお客様にとってもあの人の魅力かもしれない。マスターのようになりたいわって言ってる方が多いので、自由に好きなことをしてるっていうのがあの人の魅力かもしれないですね。家族としては大変ですけど魅力はね、もうはいマスター見てもらったら分かりますし、食べてもらったら分かります。愛情いっぱいこもってますので、はい、来ていただいたら多分皆さん笑顔で帰っていただけると思うので、いらしてくださいもう自分の分身ですね。命やな。やっと見つけた自分にとって掘り下げれるもの、ようやく見つけたなっていう感じ。夢と仕事が一致して自分らしく生きてきた毎日楽しく元気に過ごせて大好きな場所ですね。
これチョコラータっていう商品なんですけど、こう鉄板で焼いといて後でカットして、イタリアのクッキーとかを砕いてチョコレートで固めた伝統菓子みたいなのがチョコラータっていうんですけど、パン屋仕様にちょっとアレンジしてみたんですけど、それじゃ菓子パンとかを砕いて固めてみたいな。そうなんですよ。これコンベクションオーブンで、こっちデッキオーブンなんで、用途が若干違うんで使い分けてます。ちょっと食感出すのと、ちょっと甘さプラスアルファで。そうです、夏なんで、まだちょっとだいぶ暇になってきますけど、冬とか春頃はもうかなりパツパツで焼いてるんで、朝からちょっとひっきりなしに焼き続けるって感じですね、オープンまでは。はい。ひじきですか？そうです。ひじきね、こう練り込んでます。サンドイッチ系の土台になるというか、はい。失礼します。
ます。そうですよね。結構なんか。アパリルです。いわゆるキッシュの卵ソースみたいな感じですね。ここから1時間ぐらい焼き固めるみたいな。1時間も1時間、そうですね。大きいのはちょっと1時間ぐらい。
い生地みたいに焼いたらクッキーみたいにちょっとサクッてした生地になる。バナナとナッツとあとチョコクリームを入れてます。にマヨネーズをプラスで入って、今入れてるのがモッツァレラチーズです。そう、それ多分、はい。ちょっとまずいんで。入れます。まあ親父の田舎が晩ご飯とかで米作ってあってだし入れてでせっかくなんでなんかパンに使いたいなってやっぱ全然違うんですか？違うと思う。ブレンドとかされてないんでもうそのままそこの畑で作ったやつをそのまま入れるんでまあそれは
いいなと思いますよね。これが何肉ですか？鴨肉。マスタードの上に粒胡椒をトッピングしてます。
ちょっと距離があるんですけどね、自転車でたまに行ってます。あとこのグリーンカレーのそば飯パンを食べたくて来ました。買いたくて。こっちの方が好き。こっちの方が好き？これを、そう、今から自転車の後ろで食べます。何食べても美味しい。甘いタルト系も美味しい。そうですね。タルトもね、ケーキっぽくてね。朝何人いるんですか？いや、そうですか。9とかなんですよね、結局最終。人増えてきて、やっぱその子たちのこう、ちょっと将来のことが考えると、活躍してもらえるような、場を作ってあげないといけないのかなっていうのは、もう考えるようになりましたね。はい。なんかすごいチーズ乗ってる。これにする？これは。これ美味しかった。ありがとうございます。袋ご利用ですか？デリシオッタのタルティーヌが1点。ありがとうございます。ありがとうございます。母がいつも美味しいところあるから行ってみようみたいな感じで誘われて来ました。今回リピートしたのはこれ鴨ときゅうりのネギ、これめちゃめちゃあっさりしてて美味しいんですよね。夏に良さそう。めっちゃ芋が好きですごい美味しそうやなと思ってこれ楽しみです。お昼ご飯用もあるので結構惣菜を中心にこっちちょっと甘い系を下に桃のタルトとかいちごバージョンもあるんですけど今回はこれ桃なんでこれすごいですよね。多分季節によって違うのかな。中にクリームも入っててすごい種類が多かったのでめっちゃ迷いましたでもあれもこれもみたいな感じでこのもうお惣菜パンはもう十分もうお昼ご飯としてもボリュームもあるしいろんなものが入ってるし美味しいのでぜひ今日はもう家族も初めて食べると思うので自慢したくていいです
ね。昼ご飯がしっかり食べれるパン屋さんは目指してます。満足感を出せるようにします。なんでできるだけ種類とちょっと惣菜寄りなお店にしたいなと思って、はい。でこんな雰囲気にしてます。はい。もう早速召し上がってますね。おいしい。パリパリ。明太アーリオオーリオ。うん。中も結構入ってる。おいしい。僕はこれ、なんかエビのなんとかビスクのキッシュっていう。私これハーブソーセージと梅ひじきって書いてました。ありがとうございます。私は結構来てます。初めてです。アップルパイが気になってきました。そう、すごくね、アップルパイが美味しいんです。こんな感じ。すごく美味しいんです。結構早く来ないとなくなってる感じで。これを目がけていつも来てます。こっちがカレーパン。これもすごく。このバーガーですね。すごく重たいです。重たい。重たい。なんかもっちりしてるというかね。お前重量感があるんですね。今日食べます。今日で迎えます。種なんですけど、天然酵母みたいな。うちはちょっとこれが一番力強いんで、レーズン種でレーズン酵母で統一してやってます。ただレーズンがちょっと一番なんですかね、酵母になりやすいとか、人によっては別にマンゴーとかでやる人もいますけど。
これが工房になってて、これ自体が工房。まあそうですね。何個かある工房の1個はこれにします。一回ちょっと生地にしてからやってます。リンゴの皮ごと煮込むんですね。リンゴの赤い色がつきやすくなるみたいで、リンゴが美味しそうに見えるので。骨ボラーネさんで買われて公園で食べようみたいな。そうまんまです。もともと行きたいなと思ってたから、でめがけて行って、で買って近くで公園探して、めっちゃ迷ったよな選ぶ時。めっちゃ迷った。めっちゃいっぱいあったから、多分食べきられへんぐらい買ってる。めっちゃ買っちゃったもん。なんか気になったパンとかありますか？もう食べてる。これをみんなで分けようってめっちゃ美味しそうやったのがありすぎて、全部読み切るのにまず時間かかるみたいな、確かに迷うからね。迷いすぎてやばかった。
ご自身でお店をやられるっていったタイミングで奥様がお誘いになられた販売をお願いしますだいぶ1年以上悩んだんですけどそうなんですか。みんな地元の友達とかにも相談しながら、まあ、やってみようかなぐらいな感じで手伝い始めましたかね。表はもう任せて、で後ろはもう僕はしっかり、ね、パン作りをする。店名の由来とかはイタリア語でパネってパンじゃないですか。ボラーレが羽ばたくとか、僕名前が意味が羽ばたくとかなんで、そういう自分の名前の意味に近づけたかったな。キャラクターは作りたいと思ったんで、羽ばたくというか鳥じゃないですか。だから鳥がいいなと思って、キャラクター何か自分どんな鳥好きかなと思って、やっぱ走る子好きだったんで、シュールな感じがいいなと思って、あれがすごい気に入った。ありがとうございます。パン屋とバーガー屋のでもほんまに二刀流ってどっちも本気なんで。
製造は全部基本一人ですか？一人ですね。後で僕の嫁さんが手伝いに来てもらいますけど。これはベーグルですね。よっ。何を考えながら仕込みやられてるんですか？今日の天気と温度湿度、それによって仕込み水変えないといけないし。なんせこの子ら生き物なんで、それが難しいですよ。よいしょ。機嫌よく発酵してもらわないと。おはようございます。おはようございます。生地のミキシングしてる様子見とかないと仕込み水変えないといけないし、その辺を意識してるので。このフルーツは何に使われるんですか？フルーツのデニッシュが上がってから上に飾りの。これ昨日仕込んだあれですね。あ、これはバケットで作ったパン粉。パリッとした食感になるんでね。
今で9層。27層ですね。27層。はい。やっぱ当日もかなりですね。しんどいね。今のこの折り込み作業なんか30秒ぐらいでできるからね。でも機械がなかったら手でやるしかねえっていう。練習はできない。僕たちは趣味じゃない。手書きなんですね。呼び出しです。おーいと。はーい。間違って押したか。間違って押した。違う、上げて。はい。
れベーグルですね。レーズンとオレンジピールで、これはくるみ、オニオンチップで、かぼちゃで、これはプレーンとチーズになります。で6種類。これはね、カレーパンです。カレーパン。一回焼いて、ここから揚げます。フランスパンのバラエティーですね。バケットとかチーズとかミルクフランスとかあんバターとか、この生地からいろんな種類取ります。はい。ほら、白々と夜が明けてきたやん。こんな時間ってすごいいいよな。
街中はこれビルで見えないでしょ。じゃあ見えるんよ。特等席で。冷まします。粉の種類は2種類しかないです。どのパン屋さんよりも少ないと思う。アグリシステムっていう粉を10年以上はこれ農薬は一切使用してないとこしか出てないっていう。僕のコンセプトは子供たちの未来のためになんですよ。僕は今いる子供たちの未来のためにちゃんとしたものを食べさせましょうっていう。できるだけちょっとだけお茶。結構やっぱり朝から大変ですね。うん、今日はちょっと祝日だし。よし。
これはハラペーニョですね。青唐辛子自分でこうピクルスにつけてるっていう。ハンバーガーの基本的にはトッピングで使います。辛いよ。辛いんですか？辛いよ。食べてみる？ちょっとだけ、ちょっとだけ。いただきます。はい、どうぞ。ああ、辛いですね。喉にきます。いいよ。発汗作用もあるからじんわり汗も出るし。よいしょ。夏ならブルーベリーとかあるんですけど、今ちょっとあとこれにミント飾ります。今摘んで飾れるところもね、幸せよね。いいですね。ね、自生してる。レーズンとくるみ。フランクで2枚使ってるし。塩バター。綺麗ですね。バターがめっちゃ流れてる。流れてきてます。うん。
ってる。埋まったな。これはバンズですか？バンズです。です。自家製です。ああ、美味しそう。ちょっと食べてみようか。頂戴いたします。めちゃくちゃ美味しいよ。あ、すごい。すごい美味しいでしょ。コクすごいですね。後でお味噌汁。できた。これはプルドポークですね。焼いて圧力鍋で加熱します。豚肉の肩ロース、ハンバーガーのトッピングですね。アメリカのカントリーの料理ですね、これは。でもすぐ押して上がれるの？もう来られるから音はもう止まってるの。
のみですね。四つ葉バターとグラニュー糖と練乳で作った贅沢なクリームですよこれは。これね、2個予約なんです。フランスパンにレーズンとくるみと入れて、でその中にオレンジピールとクリームチーズをちょっと引いて、うまい。これも四つ葉バターで作りました。結構いろいろ種類できちゃう。よいしょ。これでパンはすべて終了。もう何も出ません。ミンチだとこういう形はならない。全部こう一つずつがバッ。おはようございます。おはようございおはようございま。ますお魚をいつもメンテナンスしてくれてる人、すごいお魚の先生なんです。週一のはい。健康状態を見にとってもいいですね。任務完了です。任務完了。はい。行って勝手に入って勝手にそうです。掃除して勝手に帰ると。クロワッサン一つに持って帰る袋はどうされますか？パンの匂いにつられてくると一緒で、ご家族の雰囲気につられてくるのと、そうやね。なあ1週間に一遍だけど楽しみ、これがね、うん、こんな感じ。うん、うまい。
よかった。別に作っとこかどうや。ごめんね、お願いします。ご苦労様、ありがとう。今年からうちも小豆を作り出したので、置かしてもらおうかなとは思っています。今までこの田舎ね、人が閑散としてたのをこの内島製パンさんが来られて賑やかになったので、この辺の人もみんなやっぱり喜んでると思うんですけど、すごく心が温かくなるんですよね。この2人見てると、お客さんがついてくるのが分かるなって思います。で、私桃子さんは憧れの人なんですよ。結構何でもできる方なんで、本人には言ってないけど。本当ですか。休憩ちょっと今からします。ご飯食べます。いただきます。うまい。パン屋やけどご飯糖です。切り干し大根すごい。ごちそうさまでした。うまかった。これで後半頑張ります。カーマンベルノア。これも一つもらおうか。はい。ありがとうございます。はいはい。何人家族っていうぐらい。もう全然違います。添加物も入っとれへんし、粉がもう厳選された良い粉やしね、噛めば噛むほども旨味が出てきます。楽しみにいただきます。はい、どうも。ありがとうございました。はい。これ桃子さん。これですか？はい。これは桃子さんが書いてくれた。へえ。これはひっそりと売ってます。いらっしゃいませ。クロワッサンです。こちらのパン入れて持って帰る袋ってお金がかかる電話予約はでき
あ、大丈夫です。はい、完食です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。カードで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ。だからハンバーガー屋さんやね。だからほんまに二刀流って。パン屋とバーガー屋のどっちも本気なんで。ハンバーガーのバンズです。これが入った。これを2枚ハンバーガーで出します。それリラクや。はい。はい。よいしょ。チーズバーガーとコーヒーです。あれ、もうなしです。お肉は、オーストラリアオージーのチャックロール、ミンチじゃなくて手でハンドカットしてもらってます。つなぎなしです。塩コショウのみ。もう 100% ビーフですね。だから食べた時に肉感がすごくあるのはそこだと思います。
リジナルのバーガーソース。お待たせいたしました。ベーコンチーズですね。メニュー下おかけしておきますね。お待たせいたしました。これがパートですね。ハムカットしております。いただきます。何度か来た。初めてです。初めて。でパンでも買って帰ろうかって言うてたらハンバーガーがあったんで、もう食べていこうか。これ明石の天然鯛。うちで骨抜きしてパン粉にして冷凍します。だから冷凍食品じゃないんです。お待たせいたしました。どんなお客様？はい、はい、失礼いたします。チリチーズですね。失礼いたします。こちらバーガー袋になります。そしてチーズ2。チリバーガーにハラペーニョトッピング。いいですね。これが美味しいね。これは大好きです。牛すじカレーパンを一つとバイスブロード。バイスブロード。はい。山食で。山食で。山食一本。はい。すみませんどうも。すみません。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。焼くのは
来者。家长。お願いします。お待たせいたしました。チンタカですね。お願いします。ありがとう。うわいいね。コーラとかチンジャーエビね、美味しいですね。出たらいいですね。出てますね。なんでこれ切るんですか？ここまで切っといたら噛み切りやすくなるんでね。カットした時にゾロッと一本出てくるから。何で見つけたんですか？ペットが行けるお店ってなったらここが出てくるんですよ。じゃーんっていうやつ。あ、いいじゃん。全然も。お待たせいたしました。アボカドチーズですね。失礼いたします。大丈夫ですか？ごめんなさい、外に行きます。失礼いたしますね。QRコードの方に。少々お待ちください。はい、はい。お待たせしました。ありがとうございます。
OK です。はい。いっぱい食べるね。うまい。うまっ。ママこっちだよね。ママ。おやつ。美味しい。自分の作ったパンはよく食います。ようできてんなとか思いながら。食べすぎて。美味しいよ。2年ぐらいやけど15年分ぐらい濃いかな。肉汁すごい。ベーコンが入ったやつ、自家製の燻製のあれが入ったやつが一番おすすめ。絶対必須。ですか。必須。ベーコン。まずベーコンから。ベーコンチーズバーガーかダブルベーコンチーズバーガーとか。ご注文されたのはプルドポークチーズバーガー。ベーコンちゃうやんけ。これもでもめっちゃ美味しい。美味しい。じゃーん。何ですか？トミーノチーズ。愛媛県の大子牧場っていうところがあって、僕はそこまで行って交渉してきたチーズです。この半分をハンバーガーに入れます。それがトミーノチーズバーガー。
別お届け配達はしないんだけど。じゃあパンを届けてきます。こんにちは。いえいえ、かきもいっぱい。ありがとうございます。はい。お疲れ様。一番苦手なやつブルーベリーと野菜を、はい、夏ブルーベリーはブルーベリーデニッシュでチジマスエパンさんに使っていただいたり。豊かですよ。すごい。美味しかった。もういただいて水ない晩柔らかいいい時期ですね。へえ。340日ぐらい畑にいてます。これ全部ブルーベリーの木ですか？そうですね。へえ。手で一粒ずつ収穫します。すごいでしょう。ワンシーズンでだいたい 1.5 トンから2トンぐらいの間、この大きさやと通りますね。ちょっと寄ってるとこ見せたいわ。僕の基準はいつもシンプル&スタンダードです。余分なものは全部省いていって本当のベーシック、本当のベーシックでうまいものを追求する。でそのシンプルな中でうまいってなるのが一番難しいし、これが一番最強なんですよ。多分そのシンプル&スタンダードっていうのはずっと続けていくと思います。ここに来た理由っていうのが環境が良かったっていうこの自然があって、で生産者がたくさんいてっていう中で、オーガニックとか自然栽培のものを使いながらちっちゃいお店で、妻と2人で肩に力の入らないお店をしたいねっていうのでこちらに来て、開けた当初から幸いなことにたくさんお客さん来ていただいたんだけど、それよりもめちゃめちゃ地域の人が喜んでる。お店出して地域の人がこんな喜んでくれるんや、ほんまにありがとう、感謝まで言われる。それすごいことやんか。で何にもなかったとこに店がいっぱい増えてお客さんがいっぱい来るようになって、ここが活性して地域の人がめっちゃ働いてっていうになったらいいなって今めっちゃ思って、そっちを力入れたいですね。パン職人歴40年、せっかくパンで頑張ってきてんから、なんかパンを元にした街づくりとかそんなんをやってみたいなっていう妄想をいつも描いてます。